おはようございます。メオリカミ太一です。今日はソースロベールから派生したソースシャクティエールを紹介したいと思います。今回このソースはコートドポーのグリエのソースとして作りました。それでは始めましょう。エシャロットエプルシェ、皮を剥いていきます。この時乾いてるところ、腐ってるところがないかチェックしてきれいにエプルシェ皮を剥いてください。この後しずれにするので芯の根っこの方はつけたままにして半分に切ります。このままよく切れる包丁で細かく縦に切り目を入れていきます。この時よく切れる包丁を使わないとエシャロットの繊維を潰してしまってネギの臭い匂いが出ます。なのでよく切れる包丁を使ってこのように細かく包丁を動かしてしずれしていきます。今回ソースの仕上げに入れるコルニッション、ピクルスのジュリエンヌを切っていきます。このピクルスですけども甘いものもありますけども今回は酸っぱいものを使っています。まずこのようにスライスしてこの後よく切れる包丁でジュリエンヌ千切りにしていきます。ただこのジュリエンヌ長くない方向、短めで切ってください。なぜかというとソースに入れた時に肉に絡みやすく食べやすいからです。それではエシャロットの方をシュエしていきます。この時鍋を温めた中にバターを入れて先ほどしずれしたエシャロットを入れていきます。この時軽く一つまみの塩をしてシュエという動作ですね。色をつけずに汗をかかすという意味です。軽く塩をすることによってエシャロットから水分を出してその水分でゆっくり火を入れていくという作業をシュエと言います。このようにまず油とよくなじませてからゆっくり火を入れていきます。この時決して色をつけないでください。基本的にシュエといえば色をつけずにきっちり火を入れることを指します。なので決して色をつけず時々このような感じで混ぜながらなるべく棒にきれいに平らに広げながらゆっくりと火を入れていきます。この時きっちりと火を入れてやらないと最後ソースにエシャロットの生っぽい味が残ってしまいますのできっちり色をつけずに火を入れてください。量が多ければ蓋をするとより簡単にシュエができます。今回量が少ないのでこのままやっています。よく火が入ったのでここでブルゴーニュの白ワインを入れます。白ワインを入れた後は強火でまずアルコール分を飛ばし3分の1の量になるまでレデュイ煮詰めていきます。強火でレデュイ煮詰めていきますけども強火といっても鍋に対しての強火にしてください。鍋の底から火が出るぐらい強火だと鍋の縁の部分が焦げてしまいますので気をつけてください。よく煮詰まったら豚の茶色いだし汁フォンブランドポーを入れます。フォンブランドポーは動画にあるフォンブランドボラユ茶色い鶏のだし汁を参考にして鶏の骨の部分を豚の骨に変えて取ってください。半分の量までレデュイ煮詰まったらここで一つまみ砂糖を入れます。砂糖を入れることによって後からマスタードを入れた時の辛み、コルニッションピクルスを入れた時の酸味が和らぎます。マスタードを入れて最後モンテですね。笛泡立て器を使ってソースをなじませていきます。最後に汗止め塩コショウで味を整えます。マスタードを入れてからは沸かさない方がいいです。沸かしてしまうとせっかくのマスタードの風味が飛んでしまいます。最後に火を止めて先ほど切ったコルニッションを入れてソースの完成です。この時必ず最後味見をしてください。とても重要です。それでは最後にソースをかけていきます。今回はコートドポ骨付き豚ロースのグリエのソースとして作りました。このソースですけどもバーベキューやグリエした肉によく合うソースです。ぜひ試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。